もうよだれが出るぐらい欲しくて5ドアジムニーを特別なルートからもうそのまま日本仕様にも取り付けられるポップアップルーフをつけた部分のバランスを下でもですね、中から上り下りすることができる。実は Bluetooth で携帯で上げ下げができたり、すげえ。ある一定以上トルクがかかると止まるようにはなってますので、安全装置もついてる、1台でも多くお客様にデリバリーできるようにぜひお願いします。わかります、このでかさが。ベランダがあるこれは車上荒らしされなそうっすね。2億5千万。そう考えたら安いのかな。破竹っぽいです。なんだ破竹ってサンダーオートガレージ。これやばいっすね。これいいっすね。顔ブロンコっすよね。完全にオマージュですね。いいな。なんかジムニーってもう日本が世界に誇る車じゃないですか、はいですね。で一番おもちゃにされてる車でもあるじゃないですか、はいはい、ミニ G みたいな、メルセデスの G クラスっぽくしてたりだとか、ブロンコっぽくしてたりとか、めちゃくちゃ待ってるやつです。これが話題のノマドです、日本で出るよ出るよって言われてずっと出なかった5ドアモデル、5枚ドア、これは遊べる車としてもかなりいいですよね。キャリアもついていて、でこの部分がね黒いっていうのもアメリカンな感じですね。ジープとかラングラーとか、しかもレカロシートですよ。5ドアですね。はい、そうです。まだ国内ないっすよね。いや、全く正規物に関してはまだないはずですね。持ってこられてやられてる感じですか。そうですね。もう私どもの場合ですと、もう海外で販売されていた5ドアジムニーを特別なルートから1年ちょっと前にもうすでに実は日本に仕入れさせていただいて、街走ってたら取られまくりますよね今。いや、もう追いかけられますね。ですよね。はい。それをもうこんなフルフルに仕上げられちゃってて。そうですね。はい。これは量産できるんですか。そうです。昨日1月30日に発表が入りましたけれども、もうポチポチやってたですもんね。もう本当にそうです。でその日本モデルと全く同じ型で全ての改造をしてますので、もうそのまま日本仕様にも取り付けられる。じゃあ運よく当たった人がそれを持ち込んでいただいたらこうなるって感じですか。そうですね。お好みで最大限でいくとここぐらいまではカスタムできますよという。すげえ。実際に、市販モデルとしてはもう横幅の構造変更と、あとはポップアップルーフがつきますので、前高の構造変更でしたり、その辺はやっていかないといけないですね。これ今横幅でどんくらいになってるんですか。いわゆるシエラからプラス4センチぐらいの横幅になってますね。で高さはもう3インチのリフトアップと、あとタイヤでももう少し車高上がってますので、でポップアップルーフでもさらに上がってるってことで、高さはかなり高くなるんじゃないかなということですね。この形やばいですね。これ当たってこれにもう最後しちゃうって。はい、そうなんですよ。ちょっと推しポイント伺ってっていいですか。推しポイントはやはり私どもホワイトハウスキャンパーという、キャンピングカービルダーなんですけれども、うちはポップアップルーフ、自称パイオニアって歌ってますが、35年前からですね、こういったキャンピングカーの仮装を始めまして、でやはり一番手のかかっているのはポップアップルーフですね。今までの3ドアのジムニーでは屋根の長さが足りなかったものですから、人が寝れないぐらいのサイズしか取れなかったんですね。でも今回で屋根の長さがこれで今186センチベッド寸法で取れてるんですけれども、ようやくこれで車中泊ができる仕様として、目をつけて開発に臨んだと、メインはここになりますね。ジムニー5ドア一番喜んでらっしゃる会社さんかもしれないですよね。そうですね。はい。もうよだれが出るぐらい欲しくて社長に頭を下げて、でこから血出るぐらいでようやく、特殊なルートで輸入したっていう感じですね。なるほどですね。すげえ。中見せていただく。もちろんです。もちろんです。どうぞどうぞ。ありがとうございます。迫力あるっすよね。そうですね。やはりこの3インチのリフトアップですとか、オーバーフェンダー、あとタイヤとこのむっちりとしたタイヤホイールですよね。この辺で、ポップアップルーフをつけた部分のバランスを下でもですね、ワイドにマッチョに見せることによって、普通の5ドアジムニーよりももうあと2回りぐらい大きく感じられると思います。中失礼します。どうぞどうぞ。お、残ってるんですね。一応そうです。カラーは、ラッピングですか。ラッピングです。ラッピングの艶消しのベージュというですね。ラッピングってこんな綺麗になるんですね。そうですね。シートはこれも、これレカロですね。基本的な構造はシエラと非常に似ているというか、ほぼ同じ部分が多いものですから、
シエラ用で、流用ができる部分が多かったですね。なるほど。ポップアップルーフをつけるためにはい屋根をですね、こうはい開口を開いて、はい中から上り下りすることができるようになってます。すげえ。いやこれジムニー好きな人やりたくなるっすよね。そうですね。ルーフトップテントとかもかなり流行ってますけれども、はいどうしても外からの上り下りになりますそうので、ですよねはい、まあ、セキュリティ面だったり天候に左右されたりっていうことがあるんですが、確かにセキュリティ面で言ったらもうそうですね。鍵かけちゃえばいいですもんね。そうです。鍵かけて中で寝ていただければ基本的にはまあセキュリティ的にも安心かなと。電動です。これは今そうなんですよ。実は電動で上げ下げできるようになってます。見ていいですか。はい。エンジンかかってないので、はいちょっと動きは遅いかもしれないんですけど、はい今回まあここにですね、はい。そのポップアップルーフの上げ下げの機構がついてまして、まあ照明ですとか、まあこういうところで各種設定ができるんですけれども、 Bluetooth ってなんかありますよね。そうですね。実は Bluetooth で携帯で上げ下げができたり、すげえ。はい、ついてます。で、あとは上昇下降っていうのがあるので、こうして、はい、やると。いやすごい。ゆっくりだねって言われるんですけど、まあ速さを競うものではないので、そうですよね。オープンカーじゃないですからね。そうですね。安全面を考慮してこれぐらいの最適解なスピードっていうんですかね。なるほど。はい最悪中で寝てる方も急いで起きてそうですね降りれば間に合うぐらいですね。ある一定以上トルクがかかると止まるようにはなってますので、安全装置もついてる。はい、そうですね。こちらはあくまでもデモンストレーションモデルとなりまして、はいジムニーの市販モデルに関しては、はい通常のガスダンパーっていうんですかね、はい。リアのトランクで上げ下げするような、ああいったガスダンパーの方式での市販モデルとなります。はい。これ最悪あれですけど洗車機いけます？あ、全然いけますよ、洗車機は。おー、そっかもうここまでちゃんとハードトップになってれば。そうですね。これお答えできればなんですけど、はい。全部やろうとしたらプラいくらぐらいなんですか？ジムニー本体価格プラス。プラス大体400万円ぐらい。プラもう1台ジムニー買えるぐらい。そうですね。はいはい。ちょっと値段としては高くなりますけれども、まあここまで仕上げればですね、なるほど。まあ注目度は間違いなしかな。間違いないですね。はい。ありがとうございます。貴重なの見せていただいて。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございましこれあれですよね。誰よりも多分5ドアのデリバリーをた。はい。待ってるのは御社ですよね。はい、多分私ですね。そうですよねはい。はい。うちの会社の中でも一番私だと思う。何年ぐらいですか？待ち時間ですか。はいいやもう本当に読めないんですけど、はい多分もう3ドアと同じようにはい1年以上はかかるんじゃないかなというふうに今の時点でもうなってるところですね。そうですよね。はちょっともう鈴木さんにもしよかったらメッセージあれば。い。いやそうですね。もう届くのであればぜひ日本向けのジムにですね、はい、もう1台でも多くお客様にデリバリーできるようにぜひお願いします。本当にお願いします。はい。サンダーオートガレージ。浅野さんなんか見たことないサイズ感のものがあるんですけど、あれは何ですか？壁みたいなのがありますね、はいあれもいやベンツですよおかしいサイズ感のベンツがございますまさかの売れましたね。ご制約はい。車のプライスボードでこれあんま見ないですね。ちょっとはいすごい値段大です、ね、体この金額の車ってもうアスクになるんですよ。ですよね、はい。 2億5000万円売れえ、てます東京でマンション買おうとしたら2億5000出したら港区で 4L ぐらいいけますでいけますね不動産って言うじゃないですか、はい動産っすね。排気量見てください1万 5600cc 半端ないですねスーパーカブが 50cc ですから何個分だろうすごいスーパーカブが312台分ですね。そう考えたら安いのか。スーパーカブ300台買うのって郵便局ぐらいですよね多分。ですねこのタイヤ交換はどこでやるんですか？タイヤ館は多分ないですよね。ないですねだからミシュランなんだ。
はいってやってるっすね。あるんですねこんなタイヤ。うわ、前の面かっちょいいっすよ。いかつ。これは車上荒らしされなそうっすね。ですね。俺こんなん買見たらったら多分鍵かけないですもん登れないでしょ。ウィンチまでついてます。これは誰かに引き上げてもらうというよりかは助けてあげるようですよね。助けてあげ多分るでしょうね。これを助けてあげられる人はいないですもんね。まあそれかもう自分自身がちょっとこのサイズだと厳しいかもしれないですよね。すげえ。僕身長170センチぐらいなんですけど、はいわかりますこのでかさが大き。さ見てください。これ見てらっしゃる海外の方とかだとわかんないですけど、日本の道路はこれが走れるようには多分できてないんですよ。できてないですね。後ろにこんな出っ張ったベランダみたいな感じになってますね。ベランダがある渋いっすね。なんかちょっとこんなにスペースあるとこんながっつりエンジンに見えるんですね。整備性は高そうですねもうこのまま整備できちゃうんじゃないかこんなだって直でサスにアクセスできる車ないですからねなですね。へえすごい。 8×8 って破竹なんですね。破竹っぽいですね。なんだ破竹って初めて言いましたよ。この中ちょっと入ってみたかったですけどね。入ってみたい。でももうご制約ですもんね。ですね。ちょっと早かったらな買ってたのにな轟オートガレージ。